皆さんこんにちは。狭山愛の中の人ラブちゃんです。はい、というわけで今回はですね、ちょっと前にいろいろ質問を募集した時に結婚についての質問が多かったっていうことなので、現役のセクシー女優が結婚観について語ってみようかなと思います。ラブちゃんって結婚願望はあるの？今すぐに結婚したいとかっていうそういう強い結婚願望じゃないけど、なんかいいご縁があってゆくゆくは結婚できたらいいなっていうぐらいの願望はある。セクシー女優をやってると実際に周りで結婚で苦労した人とかっていたりする？じゃあ結婚式ってさ、めっちゃ憧れじゃんね、結婚式でウェディングドレス着てっていろんな人に祝福してもらってってさ、なんかそれも結構楽しみの一つだったりするじゃん、女の子は特に。けど旦那さんの会社の人にバレるといろいろやっぱりね、ちょっと面倒くさいからっていうので結婚式はできない、してないっていう友達もいるし、相手のご両親は職業のこと理解しててもなんかちょっと遠い親戚とかまでわざわざ言う必要あるのかどうなのかみたいなのとかもあったりするから、なんかそういう兼ね合いもあって本当にうちの新郎新婦とそのご両親だけで海外で挙式挙げましたとかっていう子も多かったりするし、結婚ってさ、当人同士だけじゃなくて相手の家族とか相手のその同僚上司とか会社の人とか、なんかその周りの人が関わってくるから、なんかそういうのでね、なんだろう、苦労っていうよりか悩んだっていう話はちょこちょこ聞く。その親とかに反対されて波乱になったりとかって？彼からやっぱりでも親に言えないし、かといって親を騙すこともできないしって言って、その結婚を考えてるんだったら違う人見つけてくれって言って振られた子とかもいる。実際にどういう人と結婚するパターンが？私が見てて、でも確かに一番いいなって思うのは、例えば男優さんと女優さんの組み合わせは私失敗してる人しか知らないの。うまくいってる人もいると思うんだけど、私は知らなくって、監督と女優さんの組み合わせは結構多分多いのかな。なんか監督さんと話しててふと、嫁さんももともと女優だったからとかさ、なんか聞くことちょこちょこあるイメージがあって、それはさ、やっぱもうお互いの理解があるから一番なんか安心だしいいなって思うけど、でも私ね、職場の人そういう目で見れないんだよね。割とフミディもそうだけどさ、第一印象でこの人こういうカテゴリーの人ってなると変わんなくない？変わらないね、なかなか変わんないじゃんそれって。だからなんだろう、仕事仲間って思っちゃうとね、異性としてあんま見ないからあれだけど、第一印象で異性になるかどうか判断するよね。ね、そうあるよ、それはちょっとあるから。でもだからそうなってくると、結婚したいなとかとは思うんだけれども、なんか結婚したいって思えるような人にそうそう出会わないし、仕事のことがそんなに大きな理由じゃないかもしれない。もしかしたら私という人間性に原因があるかもしれないし、それは同じそれはさ分かんないけれども、付き合うだけならまだしも結婚を意識するってなってくるとなかなか難しいことがやっぱりあるのかなとは思うから、なんかその辺のね、なんか不安要素を取っ払ってくれるような人に出会わないとなかなか結婚したいってならなそうな気がする。何歳までに結婚したいとかはある？35、あと3年あるかぐらいのまでにこの人いいなっていう人に出会えたいな。結構子供の問題を心配する人も多いよね。同業者同士でもう結構その話になったりする。やっぱり子供とかに、バレたらっていうかさ、なんか後々何かのきっかけでそうなった時にどうしようみたいなさ話を結構するんだけど、それでいじめられるような
子にしないように頑張りたい。なんかこれね、私本当にこういうお姉ちゃんでよかったなって思ったエピソードが1個あって、私のその仕事のことを私のお姉ちゃんに私直接言う前に、お姉ちゃんは友達たちから噂で聞いちゃったの。その後に、私がこう直接ね、実はこういう仕事今してるんだけどって話すんだけど、でその時に、正直私知ってたよって周りからも聞いてたし、一人ねすごいしつこい子がいたらしいの。これ妹だよねみたいなさ。でもうめんどくさいからね、そうだったら何なの、サイン欲しいの、もらってこようかって言ってやったって言ってたの、うちのお姉ちゃんが。いいお姉ちゃん持ったと思ってそうなんか要はさ、そのぐらいの感じでだから何って切り返せるような子に育てられたらいいなって思うし、なんかそれでもし何かさこういじめられるようなことがあったりとか、子供が悩むようなことがあった時にちゃんと一緒にサポートフォローできるような旦那さんと結婚した。私の友達の旦那さんとおしゃべりした時に、愛ちゃんは結婚願望ないのとかって聞かれた時にいろいろ話してて、でも正直俺本人にも言ったけど、現役だったらそもそも付き合ってなかったし絶対結婚してなかったってその旦那さんは断言したの。でもそれってめっちゃリアルな話だなって思って、だからなんか心のどこかで、じゃあその35ぐらいまでになんかいい人に出会えたらいいなと思いつつも、でも心のどこかで引退するまでは別にいいかなというか。ちなみに引退はいつを考えてる？いやそれなんでプロデューサーさんとかとこうご飯会とかさ、それで言われてたのが、もう愛ちゃんはじゃあもう結婚したいんだったら、じゃあもう婚活休もあげるし、でじゃあ結婚しましたってなったら、じゃあ妊活休3休もあげるから、でそしたらまた戻ってくるんだよねみたいな、佐山愛の椅子、戻ってくる椅子常に用意しておくからいつでも戻ってくるよねみたいなそういう話をされて、私何死ぬまでやめないみたいな。だからこうなんか引退じゃなくてお休みみたいな私いつまで働かせんのよって感じだけどね。そうでもすごいありがたいことだけど、でもなんかそうなってくると本当やめ時分かんなくなるよね。やっぱりね、寿退社が一番理想なの、そうなってくると。だからこうね、現役でいるうちは難しいんだろうなって思いつつも、もうそれをもこうそういう不安要素とかも全部取っ払ってくれるような素敵な殿方に出会いたいので、我こそはという方は概要欄にちょっとメールのアドレスを載せておくのでよかったらはい僕どうですかってね、メールとかくれないかな。今度ラブちゃんお見合い企画。いいねいいね。でもちょっと面白そう。お見合い企画やりたいな。交互期待ということで。そうだね。ちょっとそれはね、きっとツイッターかなんかでね企画したら募集すると思うので、本当に我こそはという殿方ぜひぜひその際はよろしくお願いします。今回はちょっと真面目に語る系でしたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。